そうだ、今日千尋ちゃんたち来んだ。私何時っつったっけ。こんにちは。あれ、あなた確か桐城先輩の。お蕎麦を仰せつかっています才川菊乃です。大丈夫ですよ、警戒しなくても。事情で数日暇ができたので寄りました。そうですか。花江奥様の失礼、お嬢様のお母様のつてでいい食材が手に入ったんです。キッチンを貸してもらえますか？キッチン？お料理ってことですか？今日はお礼に伺ったんです。ありがとうございました。お嬢様を命がけで救っていただいて。そうだ、手伝ってもらえませんか？私？お嬢様にも届けたいんです。一緒に作りましたよって。急ぎましょう。すぐにお夕食時ですよ。待ってくださいよ。てか、私今日友達が。そう、桐城先輩は大切だったお父さんを亡くして今は実家に戻っている。あの日から3日間、私たちはまさに運命に試されるような経験をした。今回あった出来事を私は多分生涯忘れないと思う。ドラマ CD ペルソナ3フルムーン。千尋ちゃん、小田切君も。すまない、邪魔する気は。音がしていたものでつい。いいって。てか私こそごめん、昨日急にブッチして。そんな、いいですよ。あれはもともと私が選ばないと。しかしすごいな、すべて真ん中か。実は前に顧問の先生と話したら驚いてた。狙うとき何を気にするか君に尋ねたら、さらっと極意に近いことを言ったとか。話膨らんでるって。ただなんていうか、狙って当てるんじゃないっていうか。狙わない？いや、もちろん狙うんだけど、弓ってちょっとの誤差であさっての方行くの。目と体だけで狙っても限界あるから、大事なのはその先の気持ちっていうか。その先の気持ち？そうよ。理解できなくたって大事なのは私の気持ち。先輩についてきたからお父さんの本当の言葉だって聞けたんじゃん。そうだよ、それ伝えなきゃ。命を落とす直前まで私を思ってくれてたこと、どうか元気でいてほしいって。君はどうか元気でいてほしい、それだけだ。じゃあな、ゆかり。同じだ。それにじゃあなって。先輩も死ぬ前のお父さんと同じ気持ちってこと？竹場くん？まさか先輩。そんな、さすがにそれはそうだよ、それはちょっと考えすぎだよね。おはようございます。君か。夜通しお嬢様のおそばにいたわけか。忠義だな。邸内にこんな作戦本部まで。全ては桐城を守るためだ。でなきゃあんな既得権を追う老害と手を組むものか。同族経営脱却は構わない。問題は今そうなれば幾月が隠したまま死んだ悪事が不用意に世に出るということだ。何と引き換えても防ぐ必要がある。何と引き換えても？となれば最優先で排除すべきは特別課外活動部。今や彼らは存在自体が幾月のダーティーワークの物証だ。時間です。よし、状況開始だ。何？学生寮のトラフィックが急に。これは寮の保安システムからアラート。システムが攻撃を受けてる。でも変。リトライの痕跡はなし。ほとんどが正規認証をクリア。こんなことって。まさか同じ桐城の端末からの攻撃？どういうこと？とにかく寮の皆さんに警告を。私
私の部屋のコンソールに警告を出せば。お願い、誰か気づいてください。今は皆さん学校に。保安システムが狙われた以上、皆さんに危険が及ぶ可能性も。待っていてシステムが完全掌握されたら、ここからのアクセスも断たれて、知らせる方法が。仕方ありません。得意ではないですが、介入して時間稼ぎを。一番帰宅が早いのは天田さんか部活動のない順平さん。お願い、なんとかそれまで待って。外科の二階堂先生、いらっしゃいましたら B 棟5番までお越しください。俊平はあと2年だったらどうしてる？2年？さあな。進路とかはまだ決めてねえし。てか、なんで？ああ、そういや最近千鳥あれやんなくなったよな。自分で傷つけちゃうやつ。ああ、そうね。よかったぜ。つか、こんな綺麗な手してんのに。触んないでよ。ごめん。そんなつもりじゃ。痛くて苦しい。俊平が来ると前は楽しかった。いい気分になることもあった。でも今は全然違う。痛い、苦しい。こんなの我慢できない。なんだよそれ。全然わかんねえよ。俺なんか嫌われるようなことした？わけを聞かせてくれよ。俊平、もう来ないで。千鳥、どうして？何ぼーっと立ってるの？え？帰らないって言うなら。なんだこれ。なんか力が。いやいやごめん、招かざるお客を追い返すのに手間取って。おい、まさか連れてって。彼に使ったのか？早く。さ、よりくん、こっちに。もう大丈夫みたいっす。私の油断だ。まさか君にあれをやるとは。何なんすか？彼女の力だ。君らのところの山岸さんと似てるが、受動と能動の違いというか、無理やり力を送るんだ。相手の様子を知るだけじゃなく、変えたりもできる。千鳥、なんで急に俺のこと？多分恐れなんじゃないかな。彼女は生まれて初めて誰かがいなくなることが怖いんだ。俺帰るっす。実は来んなって言われちったし。医者やってるとわかるが、人は理解者とはほどほど出会えるが、壁を破ってくれる人とはなかなか出会わない。また来ればいいんだ。先生。ダメ、限界。待って、今の状況、私が気づいてるならラボの人だって。なぜ動きがないの？まさか敵が霧城内部ということはこのラボも。もしかして風花さんが昨日イレギュラーな方法で私の意識をオンにしたから、私の意識が戻ってるのを偶然誰も知らないということ？ならラボの人に連絡するのは危険。でも直接行こうにも自力じゃ体の主電源までは。これだけは外から人の手による入力がないと。ダメ、限界。もう寮へのアクセスが。皆さん、ただいま。あ、これまた傷になるからダメだって。愛希さん今はいないから。ほら、明かりついてないだろ。どうして？警告信号は途絶えてたはず。だ
誰が私に気づいたの？この際それは後ですね。でも私、皆さんのもとへ戻っていいんでしょうか？また皆さんを危険な目に。いいえ、今は悩んでる場合じゃないです。一刻も早く知らせないと。どうか元気でいてほしい。ジョーナ。まさかいくらなんでもね。ただいま。ゆかりちゃん。やっと戻ってきた。遅えっつの。まあ今日は俺もだけど。何みんな揃って。見て、アイギス帰ってきたの。ご心配をおかけしました。アイギス。だが喜んでもいられん。実は悪い知らせ付きだ。ゆかりさん、これを。召喚機。何をやぶから棒に。この寮は今狙われています。は？言葉の通りだ。何かはわからんが危険が迫ってる。実は私たちが学校行ってた間に保安システムが落とされたの。玄関や窓はもう普通の鍵しかかからなくて。何それ。誰がそんな。相手はおそらく霧城の内部関係者です。霧城？くそ、昨日のおっさんといい、グループいつから敵になっちまったんだよ。連中おとなしく下がりすぎだった。何か企んでたわけだ。実力行使かと思いましたが、向こうは私が来た時点で私たちが何かに気づいたと知ったはず。なのに沈黙のまま。じわじわ生殺しってか？何なのこれ。霧城の中今どうなっちゃってるわけ？ミツルの意志じゃないのに流れが止まらない。もしかしたらあいつ家で吊るし上げを食ってるんじゃ。やばいよ。やっぱりマジで辛い目に遭ってんだ。やっぱり。おいゆかりっち。出かけてきます。どこへだ。一人になるな。この自転車借ります。ゆかりちゃん。まさかねとか一日ぼんやり考え込んで。私ほんとバカじゃないの。予感当たってたらどうすんのよ。また失うなんてそんなの絶対ありえないから。ごめんなさい。大事なのは私の気持ちならもうどこへでも行ってやろうじゃん。対象02駅構内へ。対象がこの時間以降に行動半径を出ることはまずありません。おそらく次のポートアイランド行きで。おい、ホームにいないぞ。まさか今の上りに。誰か着いたか？申し訳ありません。仕方ない。ペルソナ波形反応による位置確認に変更。対象のペルソナはイオ。絶対に見逃すな。飛び乗ったもののさすがに見切り発車すぎ。でもこの番号忘れるわけない。絶対あの場所の近くなはず。あれ、県外？そんなわけ。とりあえず着いたら駅ですぐ電話してみなきゃ。先輩。ねえ、さっきお久しぶりに梨紗子様とお会いしたわ。まあ、いらしてるの？霧城に近しいお家柄なのに、確か研究所勤めの方と結婚なさったとか。相変わらずお綺麗だわ。お嬢さんとご一緒と伺ったけれど、とてもお子さんがいらっしゃるようには。あっちへ行け。ねえ、何してるの？柿を取ってたんだ。お父様とお母様に。よく聞こえない。ダメだ、来るな。蛇がいるんだ。私の足元でとぐろを巻いてる。あ、ほんとだ。怖くないのか？ちょっとやだけど、でも私パパが生き物研究する人だから平気。追い払う？ダメだ、噛まれて怪我するかもしれない。じゃあパパたち呼んでくる？ダメだ、迷惑がかかる。人に頼るのは背負わせることなんだ。だから私一人で何とかするべきなんだ。でもそれじゃ降りらんないよ。維持班なくていいのに。だってわからないんだ。ん？言葉が
出てこない。浮かんでこない。こんな時どう言えばいい？何を言えばいい？そんなのただ助けてって言えばいいんだよ。そしたら私が助けてあげる。そんなバカな。この部屋へ直に回線。そうか、眠ったのか。お嬢様。今の電話。さあ。すまないな。ずっといてくれたのか。いえ。まだ外が暗いな。午後9時。もしかして私は一夜ずっと眠っていたのか。はい。それだけお疲れになっていたのでしょう。夢を見た。ずいぶん昔の夢だ。思い出とは不思議だな。ほんの少し心が楽になった気がする。そうですか。菊野、葬儀の日程は？開くなら一度寮へ戻りたい。それはいけません。なぜだ？それはこんなに眠るほどお疲れなんです。葬儀が始まれば昨日以上にお忙しいですし。そうか。ならせめて連絡を入れておこう。また竹場に叱られる。おかしい。出ない。というか通じない。 KJ 留守番電話サービスに接続します。秋彦も携帯に出ない。たまたま忙しいだけでは？先にかけた回線は直通だ。そうそう普通にはならない。そういえば昨日警備の者が寮を訪ねたそうだ。私は全く知らされてなかった。何か起きてるのかもしれない。考えすぎでは？聞くの、思い出してみろ。高寺代表は非合法な点が世に出ては危ういと言っていた。なら今の状況で最大の不祥事とは何だと思う？私ならいくつきのしたことを一番伏せたいとなれば、特別課外活動部もその大きな一つだ。お嬢様。聞くの、これは想像以上にまずいかもしれない。今すぐ寮の状況が知りたい。聞くの？はい、すみません。では調べさせます。頼む。すみません。とんだ粗相を。いい、気にするな。お薬の後すぐ片付ければよかったですね。すぐにお着替えをお持ちします。なあ、聞くの。はい。もし何かが起きてるなら、高寺代表は私がこういうことを言い出しては困るはずだな。手を打ったはずだ。聞くの。だから私は薬を与えられたのか。聞くの。お嬢様、少し歩きませんか？うわ、もう9時過ぎだよ。駅の外真っ暗だし。つうか本当にこの駅なのかな。さっきかけた電話も出なかったし、これでただ迷って終わったら私本当にバカみたいじゃん。逆か。間に合うかもしれないんだもん。やったるわよ。ゆかりっち帰ってこねっすね。まさかもう巻き込まれたなんてこと？仕方ない。山岸、お前のペルソナの出番だ。敵がペルソナ仕様を探知できる場合、刺激することに。分かってる。だがもうシノゴの言ってられない。了解しました。どうだ、竹場はいたか？いえ、近くには。これってどうしました？竜を囲むみたいに人が、しかも武装してます。何？決定的です。やはり実力行使としか思えません。でもまさかこんな街中でドンパチなんて。そうか、だからすぐ仕掛けてこなかったんだ。どういうことですか？相手は霧城。奴ら影時間を待って好き放題やる気だ。
予定時刻です。これより私も出発いたします。頼むよ。どうした？子供相手で納得できないか？ただの子供じゃない。怪物と互角に戦う異能者だ。影時間に適応する指輪。これは戦闘で使用された実績がありません。月齢や強い緊張状態によってトラブルが起きるとの報告もあります。部下には持たせづらい。何もさせず制圧という作戦のはずだろ。大丈夫さ。どうにも不都合なら今日の出来事は君の部下の記憶から消せる。は？この指輪の真の価値は影時間を体感できることじゃない。たやすく後の憂いを拭えることだ。この指輪はね、外しても記憶は保たれるが壊せば消えるのさ。そのためにこういうデリケートな形なんだ。上出来だろ？期待しているよ。うまくいかないものですね。あとほんの数時間眠っていらっしゃれば丸く収まったのに。なぜなんだ聞くの？守るためですよ、お嬢様を。君までおためごかしを言うのか？まさか弱みを握られて。何を言ってるんですか？こんな当たり前の話がありますか？鼓動砲が命を落として旦那様まで亡くなって、お嬢様も紙一重で、そんなことをただお屋敷で聞くだけだった私の気持ちがお分かりですか？これでもう一度戦いへ戻らせるなんてバカのすることです。聞くの？そうだな、確かに君の言う通りかもな。だがそれでも私はみんなを放っておけない。宗家の娘の私でさえここまでされたんだ。実力行使に出てる。そうなんだろう。救いに行く、それが命を懸けさせた私の務めだ。務めなんて、義務なんてお嬢様にはもうないんです。いや、言葉を間違った。私の意志だ、聞くの。相変わらず頑固ですね。でも私だって本気なんです。6年前、自分の入院が病じゃなく両親に売り渡されたからだと知った時、お嬢様は絶望の底から拾い上げてくださった。あの日決めたんです。この人に命を懸けてついていくって。聞くの？私、恨まれてでもお守りする覚悟ですから。寮で共同生活してるだけの人たちになぜそこまで執着するんです？彼らが何を分かっているというんですか？背中を預け合ってきた。だからこそシャドウなんて怪物にも打ち勝ってこられたんだ。ならそうやって敵を破ったように私たちの計画も破ればいいんです。ここへお嬢様を助けに来ればいい。そんなのは詭弁だろ。もともとお嬢様が助けに行くなんて逆です。本当に理解者で心から案じてるなら向こうから。ちょっといきなり何すん？話してこら、おとなしくしろ。何もしてないでしょ。この声、そんな。どこ触ってんの変態。もうどうした？あ、申し訳ありません。門の前で不審者を捕らえたもので。不審者違うっつの。先輩、このわからず屋の人に説明してくださいよ。説明してほしいのはこっちだ。お嬢様、所持品にピストルのようなものが。召喚機だって他に関係者って示す方法思いつかなくって。話してやってくれ。私の友人というのは本当だ。いいえ、まだ解放してはダメです。聞くの？安全確認上説明させる必要があります。ありえない。どうして来られるの？本邸ならともかくここは東の離れ。お嬢様がここにいるなんてわかるはずが。昨日先輩から電話もらったんです。お嬢様、高寺さんの件以外にここからも電話を。ああ、ほんの短い間だったが。その番号から場所想像して超見切り発車で来たんです。駅まで来ればあとは一番大きな家だろうって。番号って。じゃあさっきの電話はあなたが？いえ、それでも説明がつきません。ここの電話は特別回線。
局番に地域性なんてない。場所がわかるはずが。私、お母さんの実家がこの辺だから。母親の実家？お母さんの家も電話たくさんあって、家族がかける用の特別な番号があって、そっくりだったからここかなって。竹場ゆかり。じゃあ、あなたのお母さんって、もしかして、名士会の梨紗子様？そうですけど。確かに、ご実家はこの近く。分かってもらいました。いい加減体痛いんだけど。もういい。彼女は暴れたりしない。はい。だった竹場、そこまでしてなぜ来たんだ？なぜじゃないっつの。先輩バカなこと考えちゃってるかもって。バカなこと？昨日の電話聞いて、先輩死んじゃうつもりかもって。先輩の気持ちまだよくわかんないけど、素直になれないことあったけど、そんなこと言ってる場合じゃないなって。竹場。なのに何よ、平気な顔でなぜ来たとかありえないっつの。私マジバカみたいじゃん。すまなかった。そんな行動確認に加え、ペルソナの反応でも追跡してたはず。その網を全部逃れてきたっていうの？ペルソナの反応を追ったんならそれ NG ですよ。私もう昔の私じゃないから。てか、追跡って何？こんな針の穴を通すようなことが。聞くの。どうやら奇跡は起きてしまったな。なあ、聞くの。残念ながら私はお父様のご遺言と違ってまだ全てを失ってない。残っているものがある。仲間だ。お父様のくださったものが自由なら、それは選択の自由。選べということだろう。お嬢様。竹場、実は今学生寮に危険が迫っている。警備部所属の実装部隊がおそらく突入をかけようとしている。突入？行かれるおつもりですか？ああ、連中は影時間を使う気なんだろう。ついてこい、竹場。バイク2人乗りとか結構怖いんですけど。この際仕方ない。準備はいいか？ちょっと待って、ヘルメットうまく止まんない。てか私スカートじゃん。飛ばすぞ。しっかり捕まっている。お嬢様。我が子ながら勇ましいわね。奥様。オートバイはやめさせてって頼んでおいたのに。すみません。出て行ったってことはあなたの負けかしら？気づいてらしたんですか？驚きました。お屋敷の外にもうあんなに強い拠り所を。見た？お友達と話すみつるの顔。私たち以外にあんな気を許した顔するなんて。会うたびに知らない表情が増えていくわね。嬉しいような、寂しいような。私はちょっと悔しいです。でもあなた、この後きっと辛い処遇を受けるわよ。多分私は助けてあげられない。ええ、分かってます。みつるにはそのこと知らせない方がいいのよね。ええ。大丈夫？心に決めた方のためにいろいろ耐えるのはこの仕事の醍醐味、喜びですから。菊野さん、あの子に代わってお礼を言うわ。本当によかった。あの子のそばにあなたがいてくれて。奥様、ありがとう。どうだ山岸？周囲の人影、1階の玄関と裏にじりじり移動してます。よし、手はず通り1階を固める。はい。私はこの作戦室からバックアップを。召喚機はそこのケースです。みんなのところへ。人間相手だ。使わずに済ませたいがな。リーダー？なんでもない。大丈夫。こんな時に。お前は部屋にいろ。昨日からずっとだろ。無理するな。違うんです。そんな様子じゃ足手まといだ。部屋で休め。
お前の召喚機だ。一応持ってろ。すみません。山岸がバックアップに入った。うっす。次期影時間だ。召喚機。いいか、戦う前提ってわけじゃ。なんか音しね。ヘリコプターでしょう。朝からいっぱい飛んでますよ。これは音近いだろ。いくらなんでも。大変です。どうした？それが上から今の間違いありません。突入です。バカ、屋上からだと。っていうか影時間に来んじゃねえすか。とにかく上へ。ダメです。山岸、私の言うのは周囲を覆うので、通常装備なら囲まれても平気です。誰か来て人質に取られたりする方が危険です。それより注意を。下にも動きが。何？優先目標確保。召喚機のケースが。おとなしくしたまえ。無駄な抵抗だ。やはりあんたたちか。こんな形で再開したくは高く。ヘリに正面突入。影時間前なのにここまでやるのか。それは君らの発想だ。人目を避ける手は一つじゃない。まさか向かいのビル工事は隠れみろか。朝方から飛んでいたヘリもな。無駄だ。君の火器管制は我々を敵と認識しない。実弾は装填できない。下ろすんだ。凍結を選んだのは銃口を二度と人に向けないためだろう。私。よし、一回制圧。彼らを拘束の後、残り1名の捜索だ。了解。一回制圧。引き続き残り1名の捜索。聞こえるか？はい。大丈夫か？はい。囲まれちゃいましたけど、とりあえずは。時間がない。最後のチャンスにかける。俺が隙を作る。アイギス、合図したら玄関の召喚機のケースを下げてる奴に全力で体当たりしろ。体当たりですか？召喚機を隠されたら反撃の目はない。幸い奴ら油断してる。アイギス、俺たちの無事をお前に預ける。頼んだぞ。私、でも先輩、隙を作るってどうやって。俺が誰か一人倒す。先輩。おい。俺たちをどうする気だ？抵抗しなければ危害は加えない。大方完全管理下に入れってところか。いや、霧城なら記憶をいじるってのもありかもな。話す必要はない。どれも願い下げだ。悪いが意地でも押し通る。何？バカだ。防護服の上から。今だ、アイギス。私。どうしたアイギス？アイギス。私、体が動かなくて。なんで？アイギス？アイギス、おい！くそ。受け止めた。なるほどな。装備が厚くとも人間は頭部の振動に耐えられない。それでやれたか。しかし狙いが分かっていれば対処はたやすい。真田さん。少し見くびっていた。おい、全員の腕に拘束具を打て。ヘリに収容する。通りに着陸させろ。マジかよ。アイニス、どうしちゃったの？わかりません。ただ私、体が震えて動かなくて、どこにも異常はないのに、どうして？外のすごい音。これって。ダメだよ。窓は開けない方がいい。君の想像通りさ。無粋なお客が乗り込んできた。まだほとんど満月なのに雑な細工物つけていい気なもんだ。その体調で出てく気？君のやってることだろ。すぐやめてくれ。みんなのところへ。君はさ、怖くないの？僕はね、怖いんだ。僕は君を失うのが怖い。今仲間のこと考えたでしょ。変だよね。自分が死ぬかもって時に。いいよ、言葉にしなくて。やれやれ、叶わないな。だって僕は君のそういうところを気に入っちゃったんだから。わかったよ。僕が何とかする。正直、彼女にはあんまり触れたくないんだけどね。離せ！離せ！痛いです！すいません！君は備品だ。追って別ルートで収容される。皆さんをどこへ？知ってどうする？君が彼らと再会することは二度とない。
手付きのものを集めろ。はっ。こちらコード02。私手付きのものは玄関前へ集め。私いつまでそこに座ってる気だい？この声、キョロキョロしても無駄さ。届けてるのは言葉だけ。誰なんですか？君と同じさ。2階で休んでる彼を失いたくないんだ。君は自分がなぜ動けないかわかる？いいえ、でも自分はみんなを殺してしまうところだった。もう誰も傷つけたくない。傷つけることに耐えられない。はい、そうです。君はさ、僕と似ているね。命を持ってないのに生きる喜びに魅せられた。君のその気持ちはね、恐れだよ。でもね、それは仕方ないんだ。生きることは変わること。今とは違う何かを選ぶこと。選ばなかった方を失うこと。失わなきゃ得られないということ。有限ってことなんだ。有限。生きてる限り何もしなくても時が失われていく。だから本当に大事なものがあるなら恐れてる暇なんてないんだ。君にはそういうものがあるかい？私、あります。本当に大事なもの、大事な人。なら恐れと戦わなきゃ。戦います。それが生きることなら。残念ながら僕は体がなくて力を貸せない。だけど。いえ、もう大丈夫です。やっぱり心を動かせるのは心だけだね。アイニス！ん？何を失っても皆さんだけは絶対なくさないであります。何？照準！バカな！火器は使えないはず。そういう人の全員隙だらけであります。はっ！うわっ！そこです！アイニス、みんながヘリの中に。でもヘリのドア。大丈夫です。鍵開けは得意であります。開きました。鍵開けって。アイニスさん！愛ちゃん復活！遅えよこの子の。早く出ろ。アイギス、手にはまってるこれを壊せるか？了解であります。おい、まさか。外れました。言えよ！何すんのか先に言えよ！まあいい、最近は慣れた。それよりケースだ。おそらく前の操縦席だが一筋縄では。操縦席でありますね。頼もう。アイギス、奪ったものを返してあります。貴様！ありました。このケースはいただいていきます。なんだ、なぜ抵抗されなかった？わかりません。操縦士の方は体調が優れないようです。持病の癪でしょうか？違うと思います。まあいい、好都合だ。早く召喚機を。そこまでだ。最後の警告だ。抵抗するな。無傷でとは命令されていない。ケースを足元に置いて離れろ。ゆっくりだ。くそ。みんな、真田先輩、大丈夫ですか？体は無事だが万事休すだ。いえ、そんなことないです。この音。バイク？今って影時間じゃね？まさか。ペンテシル！お嬢様！バカな！見て！超酔った。てか二血してんのゆかりっちか？なんとか間に合ったな。アイギス、ケースの召喚機を全員に。了解であります。これで形勢逆転です。お嬢様、一時の情で動かれては困ります。全てはより多くのものを守るためです。学生相手に特殊装備で来ることがですか？聞いてください。首謀者が高寺代表ということは分かっています。心配しなくても私が話をつける。やむを得ません。コックピット聞こえるか？直ちに離陸。狙撃可能高度まで上昇しろ。しまった、ヘリまで特別製なのか？コックピットどうした？これはシャドウ反応？シャドウってどこ？見えないんだけど。
けど。まさかヘリの機内か。危ない竹馬。私なんで突き飛ばされたの？大丈夫だ、この程度。お嬢様、なぜ突然機内にシャドウが。おそらく操縦士の方が発生源だと。でも今は原因よりみつるさんが機内に囚われた件が優先であります。形変わった。正面にでっかい顔が。まずい、離陸する気だ。キリジョー先輩！オズ、山岸、ヘリを追尾しろ。了解しました。待て、止まれ。だよ、揉めてる場合かよ。冷静になれ。走って追いつける相手か。偉そうに、誰のせいだと思ってんだ。そうだな、この状況では言葉もない。だが情任せで良い結果は生まれない。追いつく方法があるのか。お嬢様のバイクは使えない。道路も止まった車で塞がっている。だが彼女の足ならどうだ。そうか、アイギスさんならなんとか可能かもしれませんが、私の武装は機銃のみです。窓を貫通する恐れがあるので、シャドウだけを倒すには精密射撃が求められます。追跡と同時には無理です。でもグズグズしてると海の上に。山岸、みんな聞こえるか。先輩、事情は聞いていた。アイキス、構わない。海上にいる時を狙ってヘリごと撃墜しろ。撃墜？シャドウの動きがめちゃくちゃだ。おそらく暴走している。およそポートアイランド方向へ飛んでいるようだが、こんな高度で海を越えたら高層ビル群に突っ込む。大きな被害を出す前にやってくれ。そんな、それじゃ先輩は。今のままでは助からない。ならせめて人を巻き込まないようにすべき。みつる、すみません、シャドウの力が増してるみたいで。何よこれ、何なのよ。ゆかりっち。ねえ、あなた先輩を守る警備の人でしょ。教えて、先輩助かるにはどうなればいいの？海に出られては正直もうほとんど可能性は。あんたたちのせいでしょ。ゼロじゃないなら言って。シャドウはペルソナ使いの攻撃以外に無効だ。ならまず君らが接敵できないと話にならない。こっちへ引き返させろってのか。どうやって？人間相手ならともかく、暴走状態のシャドウに無理やり特定の意図を伝える方法など。無理やり伝える？無理やり力を送るんだ。相手の様子を知るだけじゃなく変えたりもできる。あ、順平さん、どうかしました？いや、伝えんのもしかしたらできるかもって。やっぱり無理。なんだ、いいから言ってみろ。千鳥がなんかできるらしいんすよ、そういうの。確かに彼女、前にルキアに介入してかなりの距離からか乱したことが。あの力なら確かに。でも病院ポートアイランド側だし、ヘリ追い抜けねえっすよ。それに千鳥やってくれっかどうか。私なら先着が可能かもしれません。幸い敵は暴走してフラフラ飛んでいるので。ただ千鳥さんの説得までは。なら順平を持っていけ。は？なるほど。何？あいちゃん、首痛い。痛いから走ります。話と舌を噛むであります。マキシマムスピード。僕の時よりずっとひどいや。敵を呼び戻せても問題はその先だ。相手は空。しかも聞いた通り機銃は使えない。内側を傷つけず外からシャドウだけを倒せるような特別な手段が。それあります。あれなら条件クリアだと思う。私が弓で狙います。もう眠れない。何の音よ、影時間なのに。千鳥さん、千鳥さん、開けてください。嘘、窓に。ここ何階だと思ってんの？開けていただけないと破壊することになります。季節柄寒いであります。やめてよ。すみません、正門が閉まっていましたので。何なのこれ？事情は順平さんからお伝えします。順平よった。今のを意訳すると力を借りたいということであります。は？外ブンブン飛んでるやつ、千鳥の力であいつ引き返させてほしいんだ。言ってることがさっぱりよ。中に仲間が。でも
シャドウに乗っ取られてて、このままじゃ助けらんない。そんなの私関係ない。千鳥じゃないと無理なんだ。本当はペルソナ使ってなんて絶対言いたくねえ。でも命かかってんだよ、頼む。そっちの仲間がどうなったって私関係ない。千鳥！触んないでよ。死んだからってそれが何なわけ？なあ千鳥、本当に心からそれ平気なのか？頼める義理ねえのは分かってる。でもなんつうか、千鳥がちっとでも見殺し気分悪いって思うなら目背けちゃいけねえと思う。何よ、説教。千鳥もう前と違ってるじゃん。笑うし生きるとか感じ方変わったろ。自分に嘘ついたらきっと消えない嫌なもんが残っちまう。俺そうなってほしくない。純平くん、ごめん、急いで。もう海を越えちゃう。アニゲス、カムーだ。先輩、海峡を飛んでるうちに撃墜しろ。アイギス、待ってくれ。私、威嚇射撃で数分足止めします。その間に説得を。俺の肩持ってくれんのか？ただし全力移動しながらの攻撃、オルギアモードが必要です。使用後は身動きできません。つまりこれで撃墜の手段は失われます。俺がしくじったら即アウト。でも私は信じてます。純平さんと千鳥さんを。心を動かせるのは心だけであります。アイギス、では行きます。オルギアモードリミッターフルブレイク。千鳥頼む。だって私召喚する銃今ないし。俺のがある。お願いだ千鳥。なら今回だけだから。千鳥、その代わり手伝ったら今度こそもう来ないで。分かった。で何すればいいの？屋上だ、来てくれ。純平、触らない。お、軽っ。ちゃんと食べてか？下ろして手よっついた。さすがに抱えて階段ダッシュは死ねる。飛んでるやつ、あれに捕まってるの？もうすぐそこじゃん。頼む。純平くん、アイギスの足止めが限界。純平くん。千鳥、俺がついてる。俺絶対味方だから。もし失敗でもそんでも俺絶対千鳥の味方だから。おいでメディア。シャドウがそっちへ向かってます。黙って、集中できない。しっか。そうか、千鳥が呼びかけてっから。逃げて純平くん。千鳥危ねえ。大丈夫、帰りなさい。お前の元いた場所に。すごい、シャドウ進路を反転しました。千鳥。これでいい？ああ、バッチリだよ。すげえよ千鳥。息苦しい。離れてよ。悪い。そっか、俺もう触んないってか、いなくなるって約束したんだっけ？そういう意味じゃない。もういいから、もう少しいて。千鳥、ありがとう。本当ありがとな。成功なのになんで泣いてるのよ。純平くんとアイギス、進路反転に成功しました。本当ですか？すごいよ純平さん。よし、難関を一つクリアだ。
でも敵シャドウ、前より進路がぶれなくなってます。たちまち戻ってくるぞ。時間がない。手はずの最終確認だ。上から見ると高いな。地上約6階の高さだ。大事が起きた時の隠れみのにこんなビル建設を丸々。竹場君にはこの南東の角から狙ってもらう。はい。機体を傷つけずシャドウだけが消えれば墜落はしない。遠隔操縦も回復する。すぐに我々で不時着させる。わかりました。やれるか。やめてもいいぞ。誰も君を責めない。弓の射程はせいぜい50メートルだ。そこまで引きつけて外したら君は死ぬ。竹場、もういい。みんなも避難しろ。先輩、手動操作のまだ若干効くようなんだ。操縦のことはわからないが、機体を上下に振るくらいはできそうだ。先輩、まさか。ビルに機体をぶつけて工事の敷地内へ墜落させる。はあ？バカ言わないで。そんなに私たちが信じられないわけ？正直もうたくさんなんだ。私のために誰か死ぬのは。だからって自分が死んでやろうっての？残される方はなんでそこまで一人で背負うのよ。そんなんでいいの？家族や友達にまた会いたいって、助かりたいって、なんで素直に思えないの？思うさ。でもだからって何を言えばいい？いつだってそうだ。私が甘えれば、人に背負わせれば、重みで死なせてしまうかもしれない。シャドウの犠牲になった人々、荒垣、そしてお父様。先輩、この上君に何を言える？怖くたって助かりたくたってどう言えばいい？何を言えばいい？そういう意味だったんだ、昨日の言葉。そっか、冷静なんじゃない、強いんじゃない。先輩、すごい簡単なことをただ知らなかったのね。人の何倍も背負ってるから。そういう時は助けてって言うのよ。甘えとは違う。助けてって言っちゃいけない人なんていないんだよ。敵、速度を上げました。完全にこっちを狙ってます。私は。風花、もういい。通信切って。今必要なのは説得じゃない。ゆかり！ゆかりちゃん。私、自分の役目分かっちゃった。まったく、なんで私ばっかしんどい役回りなんだろう。竹場、殴る羽目になるのはお前が殴ってやれるやつだからだ。真田先輩。そうですよ。優しい言葉なら誰でも言えるでしょ。ありがとう。私、バッチリ覚悟決まった。そろそろ拘束を解いてもいいかな。みんなは？今の敵はシャドウさ。かなりのスピードだね。けど君の仲間は速さに気を取られて力の変化に気づいてない。ちゃんと教えてくれ。何が起きたんだ。もしみんなに何かあったら。そんな睨まないでよ。まだ無事さ。でも行こう。ここからは運命を変えるために君のあの力が必要だ。あの力？僕の力でもある。4月には暴走しちゃったけど、今の君なら使いこなせる。敵シャドウ、そろそろ来ます。ゆかりちゃん、準備を。あれ？待って、これ。どうした？シャドウの形状がさっきと違う。まさか能力も？この距離から攻撃だと。全員下がれ！ダメ、今はまだ。下がれ！もう無理だ。狙い撃ちされるぞ。あれ？下の階から誰か。砲撃第2波来ます。竹場、間に合え！ペルソナ！遅れてごめん。バカだ。自分を盾に。大丈夫？あれは実弾じゃなく力だから。ペルソナでなんとか防げる。そうなの？真田さん、なら僕たちも。ああ、半病人に見せ場をさらわれてたまるか。おい、まさか全員盾になる気か。みんないいの？気を散らすな。次の攻撃が止んだらもう来るぞ。必ず守るから。分かった。
状況でまともに狙えるのか。平気です。大事なのはその先の気持ち、心が的を狙ってるかってこと。こんなにクリアに命中のイメージが見えるの私初めて。今なら空の星でも撃ち抜けそう。敵射程まであと500、450、400。攻撃第3波来ます。行くぞ出番だカエサル。来るんだカーラネミ。来いタナトス。はあ全弾防御。距離200、150。ゆかりちゃん今だ。先輩今助けてあげる。当たった。地上班リモート操縦急速左旋回。了解。シャドウ反応消滅。やったんだな。機体が速度を下げて降下している。遠隔操縦が回復している証拠だ。すぐ寮の前の通りへ着陸する。作戦は成功だ。やりました。先輩キリジョー先輩は大丈夫だ。心配かけたな。もうかけすぎよ心配。私泣き入んの今日2度目じゃん。てかバイバイちゃん何よこれ。君に通信を切られた時このままじゃ死ねないと思った。君にまだ言ってなかったからな。ありがとうゆかり。みんな本当にありがとう。感謝の言葉もない。お嬢様あなたにも感謝を。でも今のあなたは敵ですか？全隊員地上も屋上と4階にいる者もみんな聞いてくれ。状況は見た通りだ。ここで君らに一つ問う。彼らを再度捕らえてヘリに全員詰め込んで連れ去ることに賛成の者は応答してくれ。ありがとう。私も同意見だ。状況終了。総員撤収準備。これでお嬢様のご質問の答えになりますか？もちろんです。ありがとう。私だ。意外とかかったな。影時間に済むと思っていた。代表、申し上げづらいのですが任務は失敗です。何を言ってる。相手はただの子供だぞ。ただの子供ではない、そうおっしゃったと記憶しておりますが。くだらない返事はいい。どういうことか説明しろ。お嬢様が気づかせてくださいました。従うべき相手を見誤っていたと。復唱します。任務は失敗。祈祷いたします。おい貴様、おい。お嬢様が向こうに行ってるだと。離れへ向かう。何人かついてこい。はっ。あら高寺さん、見てください。月がとても綺麗。なぜお嬢様を解放した？あなたの言葉通りですよ。心で従う者は裏切らない。いいんだな。私の流儀に切り替えても。もうやめましょう。お互い人を陥れてまで守るべきものなんてなかったんですよ。いかにお嬢様でもいくつきの関係者だった事実は消えない。その件を盾にご退場いただく。今度は一晩じゃなく表舞台から当面な。お嬢様のそういう身辺情報を君が一元管理してることは分かってる。あなたにお渡しするものはありません。これは取引じゃない。断ればエルゴ研の研究成果をその身で味わってもらう。防ぐ術などないぞ。まあ怖い。でも術はあるんですよ。何？この指輪の便利なところ、高寺さんはご存知ですよね。おい待て、まさか自分の指輪を壊すつもりか？何の策もなく庭先に一人でいませんよ。6年だぞ。6年分の影時間に体験した全てを失うんだぞ。
おそば御用を仰せつかる者はエプロンドレスでも組織上は SP、 覚悟の有無を問うなんて愚かです。惜しくないのか。君のその才能、感性、君は人の下じゃなく上に立てる人間だ。自分でわかるだろう。高寺さん、きっとあなたにはお分かりにならない。何？この世には使えるという喜びがあるのです。やめろ！ごきげんよう、高寺さん。バカな。他人のために記憶を、6年分の記憶を捨てるだと。何なんだ、何なんだこれは。先輩、怪我とかは？ありがとう、山岸。心配ない。ただいま戻ったであります。ハイギさん、お帰りなさい。お借りしていた順平さんを返すであります。なんで帰りまで爆走。もう死ぬ。夜中に立ち話もなんだ。とりあえず中に。いや、すまないが先に家で片付けたいことがある。え？トンボ帰りってことですか？本当の締めくくりがまだだ。アイギス、一緒に来てくれ。了解であります。高寺君、大丈夫なのか？これでは我ら親族の立場まで。罪が世に出れば君の責任だぞ。分かってるのかね？お嬢様。ここにいればいらっしゃると思っていました。高寺さん、終わりにしましょう。私が私利私欲でやったと思っていらっしゃいますか？就労人口の 2% を養う霧城が揺らげばどれほどが不幸になるか。可能性があることは全て防ぐべきだ。心を売り渡し悪となってもですか？善悪など人が作ったのです。もともと全ては裁けない。我々がそれを超える判断をすることはおごりではなく責務です。以前申し上げたでしょう。大人になるとは複数が見えるようになることだと。見えた上でどれを選ぶかは大人かどうかじゃない、生き方です。ではどうあっても公表なさると。シャドウに関する以外何もかも。これは私の生き方です。曲げるわけにはいきません。さようですか。では仕方ありませんね。高寺君、こうするという話だったはずだ。これをしのがなければ霧城にも我々にも未来はない。違いますか？そうだな。そうだ、霧城のためだ。お嬢様、私と来ていただきます。悲しいです、高寺さん。アイギス、銃をお下げください。お前は。私が初動に要する時間は皆さんの約25分の1。僭越ながら勝ち目はありません。心は目に見えないし触れない。そんなものをなぜ力で縛れると思うのですか？高寺さん、幸せを守るのに力が必要でも、そのために心を捨てたら感じることができません。心を満たせるのは唯一心だけ。それでたとえ守れなくても結局それしかないのです。高寺君、全てが分かりました。お好きになさいませ、お嬢様。もう手出しはいたしません。いや、しても無駄だ。高寺君。特別課外活動部は当座は旧エルゴノミクス研究所の解体予算でつなぐことにいたします。では、いずれまた。何なんだ、七式のラボにあのメイドに警備部。なぜ次々あの小娘に寝返る。どうなっているのだ。お嬢様はご当主から強くまっすぐな心を継がれた。その時点で我々に勝ち目はなかったのですよ。おはようございます、お母様。みつる、ご心配をおかけしました。あなたこそ醜い出来事に巻き込まれて苦労したわね。今しがた選んでまいりました、自分の道を。そう、名家を継ぐというのはね、少数派として生きることよ。良いこと悪いこと、得ること失うこと、
何であれ普通より深く踏み入るということは自分をマイノリティにすること、理解者を減らすことだと言ってもいいわ。そんな時持たざる者は逃げてもいい。でも持てるあなたは逃げられない。苦しい道のりよ。分かっているつもりです。でもね、いつか必ず私よりあなたを分かる人が現れる。案外もうそばにいるかもしれないわよ。ええ。今後私はこの家の主としてここに住むことになるわ。たまには顔を出しなさいね。その誰かさんも一緒に。わかりました。菊野、いるか？休んでいるのか。菊野、入るぞ。これはまさか菊野の指輪どうなってる？壊れたということは。もしもし。菊野。お嬢様。その。お久しぶりです。この度の旦那様のこと何と言っていいかお悔やみ申し上げます。お嬢様。すまない。今はどこに？すみません。私お仕事中に倒れたらしくて病院に。そうか、病院か。ん？菊野？なんてね。びっくりなさいましたか？忘れてませんよ。ご相続のことも全部。昨日口喧嘩したことも。騙したのか？だが砕けた君の指輪が。私実は影時間の適正自前でちゃんとあるんです。何？いつからだ？お嬢様を命を懸けて支えると決めたあの日からです。6年前。ならどうして指輪をつけていた？それはもちろん今回のようなことのためです。私言いましたよ。敵を測るにはまず味方からって。知るものか。まったく本気で心配したんだぞ。ありがとうございます。数日中には何とか不自然でない形でそちらに復帰します。それまでご辛抱ください。ああ、わかった。では。菊野、ありがとう。本当に。どういたしまして、お嬢様。さて、戻るまで何してようかしら。ちょっと、その電話病院じゃダメなのよ。あ、ごめんなさい。次から外でかけるからお隣同士仲良くしましょう。今まで一人部屋だったのに何なのよ急に。昔は私も本当にこの部屋に入院してたのよ。ねえ、この病室のジンクスを教えてあげましょうか。ジンクス？ここにいるとね、いつか運命の人が迎えに来るのよ。あなたにはいる？そういう人。関係ない。あ、そうだ。ちょうど時間もできたことだし、私も今回のお礼、彼女にちゃんと伝えに行かなきゃ。携帯は持ったし、ハンカチと。やあ、君は？ごめん、出かけるところ？学校かな。じゃあ手短にしよう。僕さ、今回のことで実感したよ。自分が何者なのか。君に分かってもらうつもりだったけどダメだ。全てがあまりに反対すぎる。反対？僕らが友達として過ごすには一度まっさらにしないと。だから今回僕といた時間の記憶を持っていくことにする。僕も忘れる。今度会うときは
お互い人間の男の子同士だ。ちょっと。でもこの先の運命を思えばきっと記憶が戻る日はたちまちやってくるね。その時僕はどんな顔するだろう。人間みたいに泣くのかな。じゃあね。あれ、そうだ、学校。こんにちは。お邪魔するよ。いらっしゃい。ごめん、ちょっと押しかけでお客さん来てるけど。出直しましょうか。おお、先約こっちだもん。桐城先輩が元気が出る贈り物選ぶ相談でしょ。実は今日昼休みに会長から電話があったんだが、意外に元気そうで少し安心した。私たちに仕事の指示までくれて。そうなんだ。この分だと修学旅行までには何もなかったみたいにいつもの会長に戻っているかもな。どうだろう、そこまで簡単じゃないかな。先輩、私も同じ体験あるからさ。こういう時ってみんな気遣ってくれて、その時はちょっと元気になれるんだけど、でも大事な人を亡くすってそんな簡単に抜け出せないよ。でもね、だからって私らが放っちゃダメなの。先輩の場合は特にそう。竹場先輩、いざとなったら私ひっぱたいてでもテンション戻してあげるんだから。頼もしいな。会長の顔を叩こうなんて君の口からしか出ない言葉だ。実は私もただのプレゼントよりお料理ご馳走するとかにしようかなって。だから今日は品選びの相談というよりキッチンをお借りして。マジ？かぶった。いや、実はちょうど今。おい、竹場くん、何か異臭がしないか？え？ほんと。何この。すみません、ゆかりさん。ちょっとやっちゃいました。は？てか、ドアから超煙出てんですけど。お料理で若干失敗を。若干？今爆発が。実は私お蕎麦御用なので厨房って仕切ったことなくて。は？それ見切り発車で来たというか意外と私ゆかりさんと似た者同士かもしれませんね。いや、何ちょっといい話に振ってかわそうとしてんですか？っていうか煙どんどんもう天下の桐城さんちのメイドが料理ダメっことがないから。とにかくキッチンへ。119番？いや、まだそこまでは。内々に済ませたければまた警備部にヘリで来てもらえますか？やめて、常識で対応して。もう